皆さん、こんにちは。五野へみきです。今回は、ずっと声が出しづらい、その原因、慢性上咽頭炎かも、と題しましてお届けしていきます。セルフケア編第2弾です。話すっていうのは声を使うってことで、声を使うっていうのはセルフケアが欠かせないですね。この YouTube でも月1回はセルフケア編更新していきたいなと思っております。で、前回ですね、セルフケア編第1弾として、生体結節になってしまった、そして慢性上咽頭炎だと分かったという話をしたんですが、ちょっとこれ長すぎたなと、20分も私ちょっと熱量を込めて長く喋ってしまったので、ちょっと今回慢性上咽頭炎と分かるまでの話をキュキュッと短くして、それから慢性上咽頭炎とは、上咽頭炎とはという話をしていきたいと思います。で、まず私、声帯結節になってしまったんですね。これ、声帯にペンダコみたいな組織ができる病気で、声がガラッガラになってしまったんですけれども、私が声帯結節になったきっかけとしては、子供の風邪をもらってしまった。で、鼻水、咳、痰。特に痰がひどい風邪だったんですよね。すごく声を出すときに粘っこい。何回も何回も咳払いしないと出ない感じで、声が出しづらいのに、無理やり喋り続けてしまいまして、結節になってしまいました。で、治療方法、声帯結節の治療方法としては、完全沈黙と投薬という治療を、耳鼻科の先生から言ってもらいまして、で、1週間治療を頑張って、で、翌週声帯を見てもらいましたら、綺麗に治っていた。沈黙頑張りましたね、と言ってもらったんですけれども、まだやっぱ痰が残ってる感じで、ってちょっと咳払いをしないとちょっと喋りづらい状況だったんですね。で、これが、上咽頭から垂れている。上咽頭というのは鼻の穴の奥、喉とぶつかるこの壁のところですね。咽頭、喉のこと咽頭って言いますね。上咽頭、中咽頭、下咽頭というのがあって、一番上のところが上咽頭。ここから垂れてきているのが痰になってますねということで、耳鼻科の先生から慢性上咽頭炎という診断を、受けました。慢性的に上咽頭が炎症しているということですね。で、なんでこれになってしまったかというと、新型コロナウイルスの後遺症の可能性が高いという診断でした。そして私のですね、コロナ後遺症との戦い、慢性上咽頭炎との戦い、治療が始まっていくわけです。では、慢性上咽頭炎とはというところ、もうちょっと詳しくいきたいと思います。私の場合は、子供の風邪が頻繁に移っていたんですね。去年だけで14回ぐらい子供の風邪もらった記憶があります。子供はもっと風邪ひいてるんですけれども、うちの子供去年は2歳だったので、もう子供本当に風邪を頻繁にひくので、で、その風邪が悪化しやすい。で、鼻水と痰がやたら長いというのが気になっていて、これって慢性上咽頭炎のせいだったのかなというふうに思ったのと、耳鼻科の先生にですね、こちらの本がとてもいい本だから、ぜひ読むようにと言っていただきまして、読みましたら、こちらがすっごく勉強になりました。しつこい不調の原因は慢性上咽頭炎だったという本で、医師で医学博士の堀田治先生の著書になります。堀田先生は慢性上咽頭炎治療のスペシャリストでいらっしゃいますね。はい、もうすごく詳しくてとても勉強になりました。で、参考図書とさせていただきまして、ちょっとご紹介していきたいんですけれども、慢性上咽頭炎はですね、他にもこんな症状、代表的なところだけでもこんなにたくさんの症状があるんですね。喉の違和感、痛み、詰まり、鼻水、鼻詰まり、あと、後鼻漏。これ厄介なんですよね。その上咽頭のところから、タラタラタラって鼻水として鼻に出てくるんじゃなくて、喉の方に垂れてくる。で、イガイガしたりとか、咳が出るとか、後鼻漏というのも、慢性上咽頭炎の症状。あと、だから咳もありますね。あとは、その鼻、喉に関することだけじゃなくてですね、原因不明の疲れとか、倦怠感とか、頭痛とか、肩こりとかも引き起こすのが、この慢性上咽頭炎だということなんですね。で、私もですね、風邪頻繁にひいているのは慢性上咽頭炎だから風邪をひきやすいのかなと思ったんですけれども、これもしかしたら、この14回のうち、風邪じゃなかったっていう時が結構あったんだろうなという気がするんですよね。上咽頭炎が悪化した、その慢性上咽頭炎が悪くなって
て、すごく風邪をひいたような感じがしていて、で、その慢性上咽頭炎がちょっと収まることで風邪が治ったと思っていたみたいな、これを繰り返していたんじゃないかなと。診断される、慢性上咽頭炎って診断されるずっとずっと前から、慢性上咽頭炎だったのかもしれないなと、今私2025年に喋っていて、新型コロナにかかったのが2022なので、結構長い間患っていたのかもしれないなという気がしております。ちょっといつからね、かかっていたかっていうのはもう今となってはわからないんですが。で、今日の最後、上咽頭炎とはというお話ですね。その上咽頭炎はここですよっていうことなんですけれども、ここ、その鼻からこう空気入りますね。この空気がこうぶつかるところ、この空気中のウイルスだったりとか細菌だったりが付着しやすい部位だということなんですね。常にこうウイルスとか細菌とか他のいろんな汚染物質とかそういったものとこう戦ってくれている場所だということなんです。だからもともと炎症がしやすい場所ではあるんですね。で、慢性上咽頭炎だけじゃなくて、急性上咽頭炎、急に悪くなって、それが治るっていうタイプの急性上咽頭炎というのもあって、風邪の時というのは、基本的には急性上咽頭炎なんだということです。で、その風邪をきちんと治さないでいると、慢性上咽頭炎になったりとか、あとはストレスとか疲れとか、新型コロナにかかってしまったとかで慢性上咽頭炎になる。慢性上咽頭炎になる原因は他にもたくさんあるようなんですけれども、そうですね。ストレス疲れ。もう本当こういうのは、しっかり治す、しっかり休むっていうのは大事だなと感じますね。で、その上咽頭という場所が自律神経と深い関わりがあるということです。なので、慢性上咽頭炎、その上咽頭炎が病的な炎症になると、喉とか鼻とかだけじゃない症状になってしまうっていうことなんですね。で、この慢性上咽頭炎って難しいことに見逃されやすいそうなんです。いや、でも確かになと思いました。その倦怠感があるとか、原因不明の疲れがあるっていう時に、耳鼻科に行かないんじゃないかなと、私がもしそうなったとしても、これはね、難しいなと思いました。で、私はですね、普段からその耳鼻科のかかりつけ医のところが内視鏡で見てくれるっていう耳鼻科のところを普段から受診していたので、割と早い段階で分かったんですけれども、まあ、その、そうですね。だから原因不明の、疲れがあるとか、こう咳がこう出ててとか、痰が絡んで、こう声が出しづらい、そういうことにこう長く悩んでいるっていう方は、慢性上咽頭炎を疑う手があるなと思いまして、ぜひですね、私の動画これちょっと短くしておりますので、堀田先生の本ですね、ぜひ読んでいただきたいなと思います。すっごく勉強になりました。もう上咽頭のことを勉強すればするほどですね、いかに重要な場所なのかというのを感じますね。もう YouTube で話し方解説なんかしてる場合じゃないんじゃないかと、私はもっと上咽頭のことを伝えた方がいいんじゃないかと思うぐらい、本当上咽頭というのは重要な場所だなというのをすごく感じますね。で、私もですね、今、慢性上咽頭炎の治療、絶賛頑張っております。セルフケアも頑張っております。次回のセルフケア編で、どんな治療をしているか、どんなセルフケアやっているのかというのをご紹介したいと思います。はい、五戸美希のスピーチトレーニングメルマガやっております。ショートラジオを毎週配信しているのと、オンラインサロンでスピーチトレーニングを行っております。他にも個別トレーニングなどなどありますので、気になった方はプラン一覧ご覧になってください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。